はい、今回はこちら。あれなんだっけ。ポイズンリムーバー。登山やキャンプ、ガーデニング、釣りや畑仕事などアウトドアの必須アイテム。蜂に刺された、クモに噛まれた、ヘビに噛まれた、早く毒出しの応急処置をしなければ。そんな時にはこれ、ポイズンリムーバー。というわけで今回はポイズンリムーバーの紹介です。毒出しキットって感じですね。自分はホームセンターで数年前に買いました。ラベルはね、経年劣化っていうやつです。多分これとね、全く同じかほぼ同じだと思います。毒虫などに刺された場合、その部位の毒を真空ポンプで吸引して毒出しをする商品です。使い方はカップをつけて傷口に当ててポンプを押し込みます。はい、たこ焼きみたいにね、可愛く膨れます。この吸引で毒を吸い出す感じですね。キャンプなどね、アウトドアを楽しんでいる人や農作業をしている人はわかるかもしれないけど、虫が多いんだよね。虫だけじゃなく草むらなどね、あと岩の隙間にはね、ヘビもいます。蚊やアブに刺されることはあっても、蜂に刺されたりヘビに噛まれるってことはあまりないと思いますが、キャンプやる人やね、登山などで山を歩く人はもしもの場合に備えて良いと思います。このもしもの事態ですけど、買って数年で使った回数はね、そんなにありません。自分はね、ニホンミツバチと仲良しなので、たまに刺されるってことがね、あるんですが、やっぱ持っているとね、重宝します。腫れなくて済むし、痛みも早く引きます。ミツバチに刺された時はまず毒針がついていますから、それを取ります。なんかさ、指でつまむと毒袋の毒が出ると言われていますがね、中にね、体内にね入っちゃうって言われるんだけど、でもさ、刺されると痛いから見つけた途端思わずつまんで取っちゃうんだよね。カードみたいなものでさっとこすると取れるとどこかで聞いたことがありますが、試したことはありません。試そうと思っているのに、いざ刺されるとすぐつまんでね、取っちゃうんだよね。で、蜂ですが、ミツバチは先ほど言ったように針が残ってるんですけど、スズメバチは針は残っていません。刺すだけなんですね。でもスズメバチはね、ものすごい毒性が強いので刺されないようにしましょう。スズメバチの巣に近づくと巣を守るために攻撃態勢になります。こんな感じでね、ホバリングして、それ以上来るなって近寄ってきます、向こうからね。でもし寄ってきたら手で払ったりしないでね、その場から離れるようにしましょう。手や物で払ったりしたら攻撃されたと思ってね、刺しに来ますので、そのまま離れる方が無難です。で、刺された場合ですが、蜂に刺された穴はすぐに塞がりますので、ポイズンリムーバーが目の前にあって速攻でね、毒を吸い出せればいいのですが、車の中とかカバンの中とかでね、少し時間がかかっちゃう場合はあまり推奨されていませんが、やるなっつってんだけど、刃物などでね、ちょっと傷口を刺して毒を出しやすくします。自分はね、使用方法にナイフやピンセットなどで傷口を広げないでくださいって書いてあるけど、ばい菌などがね、侵入しないようにってことと、その後の傷跡を考えてかなと思うんだけど、傷口が塞がっちゃうと何の意味もありません。実際に蜂に刺された後すぐにね、ポンプを取り出して吸引したけど大丈夫な時もあったんですけど、ちょっと手間取っちゃってね、毒がね全然出ない時もあったので、やっぱそんな時はね、カッターなどでプスッと刺して使用しました。とは言っても皮膚をほんのちょっとね切る感じです。深さじゃなくてね、広さはね 0.5 から1ミリぐらいの広さでね、薄皮をね軽く切る感じです。もともと刺された跡があるからね、そこをねちょっと軽くほじる感じなんですね。こんな感じでここをグッと押すと吸引を開始します。患部がねプーッと膨らんで透明な液体が出て、その後にね血が出ます。もしね皮膚を切る場合はね、もちろん自己責任でお願いいたします。俺責任取れないんでね、使用する人の判断に任せます。特に顔などに刺された場合などはね、傷をつけない方が良いと思います。で、その後はね消毒しましょう。自分はねヘビは噛まれたことないですし、周りで噛まれた人もねいませんので使ったことはありません。
昔だったらヘビに噛まれたら口でね吸って毒出しをしたね、こんな話を聞くけど、これがあると便利だね。ただ毒虫やヘビにね噛まれてこいつを使ったとしてもね、絶対病院行きましょうね。こいつは応急的なものなんですよね。というわけでケースに入っている中身ですけども、本体とカップ4個、皮膚まで切れそうなカミソリで、数年前に買ったやつにはねカットバンと確かねこれと似たようなものが入っていたような、俺の勘違い、気のせいかもしれませんが入っていたような気がします。もし入っていたのならこの数年で何かしら問題が出たのかもしれません。それで刃物はダメよってなったのかな、わかんないけど。ちなみにこれは自分でね後で購入したものです。カップはね傷口に応じて使い分けるといいと思います。拳のあたりのね歪みのある場所とかね、あと指そのものはね、大きなカップは隙間があるので使えません。小さなカップを使用します。一応説明書もありますが全く読めません。絵が描いてあるのでね、サソリですね。ダニかな、ツツガムシ、クモですね。アリ、カ、クラゲねに使えるってことかな。クラゲは盲点でしたね。でカミソリなんですけども、カミソリはね毛がね邪魔をして吸えない場所があるので、隙間からね空気がね入ってうまくいかない時があるんだよね。なので毛を剃る必要がある時に使用します。実際ね頭に使おうって時にはね髪の毛がね邪魔で、うまく吸引できないってことがあると思います。つか多分無理だと思います。当たり前ですけど、剃ると10円ハゲができますので、ハゲを取るか毒を取るか、この2択を迫られます。商品紹介ではヘビや虫の危険な毒に備えすぎの心配はありません。毒虫や毒ヘビに刺されたり噛まれた時は直ちに体内に入った毒液や毒針を排除しなければなりません。ポイズンリムーバーは毒液や毒針を吸引作用で抽出する器具です。キャンプなどアウトドアライフで医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品です。またご家庭にも備えていればいざという時に役立ちます。で商品説明では、強力な吸引力により蜂や毒虫に刺されたり毒蛇に噛まれた傷口から直接毒を吸い取ります。軽量かつ小型で片手で操作することができます。医師の手当てを受けるまでの応急処置として活用できますと書いてあります。去年はね兄貴がねカメムシに噛まれたと言って痛がっていました。当時はねカメムシって噛むのってね知らなかったんでね半信半疑でしたが、どうやら噛むようです。てかね噛むやつがいるそうです。で結構な痛みが出るようです。ポイズンリムーバー持ってたんでね、じゃあやってみっかっつって出した時はね、噛まれてからねもう10分は経った感じなんで、吸い出しがねほとんどなかったので、ちょっと痛いよとプスッとね軽く刺して吸引しました。刃物で刺される痛みより噛まれた痛みが勝っていたようで、ね、プスって刺した痛みは気にならなかったようです。強くは刺しません。軽くだよね。間違って血管切ったら大変ですからね。で吸引終わったあたりから痛みはねもう半減しちゃって、それから30分ぐらいでねほとんど痛みはなくなりました。傷口もねわからないくらい戻っていましたね。蜂の場合はねそこまでではありませんが、やらないよりやった方がほとんど痛みが少なくて済みます。腫れもねいつもより小さくて済むんですよね。でクモですが、ほとんどのクモは噛むことがなくてね、噛んだとしても皮膚を貫くね、人間様の皮膚をね貫くことができないようです。でも噛んできて危険なクモもいます。セアカゴケグモとハイロゴケグモとカバキコマチグモです。わかんない。毒性が強いので注意が必要です。他にもねサシガメとかね、カメムシの仲間でね刺すやつね、噛むんじゃなくてねとか、毛虫、ムカデなど山にはね毒虫がいろいろいますから気をつけた方がいいですね。あとヘビもですね、これからの季節にはお守りとして持っていてもいいと思います。自分はね車のダッシュボードにね常備しています。すぐ出せるようにね。一番いいのは刺されたり噛まれたりしないことなんですけども、万が一ってこともあるのでね、ポイズンリムーバーは応急処置的なもので、その後はね
病院に行くようにしましょうね。ではまた。評価忘れてた。すいません、評価忘れてました。この商品なんですけども、多分こいつソーヤエクストラクターポイズンリムーバーポンプキットってやつとそっくりなんでね、これだと思うんだけど確証はありません。でもね、この商品だという設定でいきます。で、このソーヤの評価は星 4.1 で高評価です。自分の評価は星5の満点です。なぜ満点かっていうと、刺されたり噛まれたりして大丈夫な時もあれば命に関わる時もあるってことで、毒ヘビはもちろんクラゲだけじゃなくエイにも使えそうだし、ハチだってアナフィラキシーを起こせば重篤な状態になります。そういった意味で病院行くまでの応急処置アイテムとして、いいのではと思います。皆さんもね、持っていて、所持してほしい願いも込めて星5としました。ただね、ポイズンリムーバーもね、たくさん種類がありますのでね、大きいカップのみしかないポイズンリムーバーだったりすると、湾曲した部分には難しいと思いますので、何種類かねカップがねあるやつを、小さいカップもねあるやつを選んだ方がいいかなと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。